おはようございます。今日はですね、5月の10日、これからですね、久々に所沢のバッシーさんのお宅にソーラーパネルのソーラー発電工事の、おしに、これから向かっております。約3時間ぐらいですかね、2時間から3時間ぐらい、はい、所沢の方にこれから向かってまいりたいと思います。ということでね、今日も頑張っていきます。はい、ということでね、今回初めて、ご覧になられた皆様のために、ざっくりお話をいたしますと、バッシーさんのお宅は、もう20年30年前から、パワコンというものがついておりまして、ソーラーパネルもついておりまして、蓄電システムがない、いわゆるもう太陽光で発電したものは全て家庭内で使うと、そして余剰電力は売電するというような、パワコンのシステムが入っておりました。そしてね、今回ですね、パワコンの寿命ということで、新しく、ソーラー発電のインバーターと今度バッテリー蓄電システムを、つけてですね、はい、充電してですね、夜も使えるようにというように、新しくインバーターと、バッテリーを取り付けると、交換工事ということを、私の方に、相談を受けましてですね、はい、そしてね、私もやったことのなかったもんですが、一応電気工事士の資格は持っておりますので、はい、交換をいたしたということで、今まで、シリーズでですね、第4回まで、取り付けまで工事が終わったということですが、その後ですね、結局ソーラーパネルから発電した電気がインバーター経由で、家の電気の、方に、送るシステムは OK と。で、今度、インバーターの方を切りまして、商用電気を、グリッドからの電気をですね、はい、ブレーカーを入れまして、それでも、今まで通り家の電気は使えるということで OK なんですが、それが前回までだったんですが、両方電気を入れるとですね、はい、このインバーターがエラー15というのが出て、はい、止まってしまうということで、手動でですね、バッシーさんは、手動というか、ほとんどソーラー発電の方のブレーカーを入れて、家で使っているという状況だったんですが、今回ね、この緑園さんの方に、メールで相談しましたら、AC インと AC アウトが逆なんじゃないかということで、アドバイスを受けましたので、やり直したんですが、結果、一緒ということでですね、改善されずということでした。はい、ですね、もう一回言いますと、まず、この状態で AC アウト、こちらがこう来て、パワーコンがあったところからつなぎました。はい。で、これがパワーコンのケーブル。で、こっちはソーラーパネルから来てる PV のケーブルで、こちらはですね、こっちの PV の方に入ってます。で、今 AC インの方はこちらのコンセント回路から持ってきております。で、この状態だと、こちら側が、パワーコンのブレーカー、そしてこちらが、家の、家庭用の分電盤。今家庭用の分電盤のブレーカーは切ってます。で、パワーコンのブレーカーが入ってます。で、家庭用の電気が、
インバーター経由でついてるということなんですが、これを商用電源とこちらを入れます。そうするとこのようにエラー51であれ変わったな。はい、今回とりあえずエラー15でインバーターが不可で、この手動再起動ということで、PV のケーブル、AC インアウトのケーブルを全部外して、バッテリーのケーブルも外して、バッテリーのケーブルだけつけて再起動してくださいということで、今、再起動いたしました。で、とりあえず OK なのでブレーカーを入れます。まずインバーターから、そしてグリッドを入れます。エラーなりません。なりません。はい、とりあえずですね、今回 AC インの方にこちら側のもともとパワーコンのなんですかね、センサー、通信ユニットに入ってた三振の、電源を持ってきました。はい。でね、こっちのコンセントから来てる線、AC インを外しまして、L1、L2 両方三振来てたんで、つなぎましたが、結果エラー15で一緒でございます。はい、ということで、どういうことでしょう。はい、そしてね、この、黄色いランプが点滅しております。それで今こちらね、グリッドの方も入れてみます。そうするとはい、エラー15というのが出て、アラームですかね。はい。で、黄色の点滅は消えて、赤の、これ赤なんですよ。赤が点灯しましたね。はい。